ですね。ちょっと趣向を変えて、いつもだったらなんでしょう、台本書いてる方の台本をお借りしてやってるんですけど、なんかちょっとおかしくなっちゃった、ごめんなさい。いつもそんな感じでやってるんですけど、今回からちょっと趣向を変えて、なんかこういうささやき声とかね、なんか音とかね、リラックスできる音とかを出して、そういう動画作ろうかなと思ってます。で、今回はささやき声プラスタイピングっていうのでやってみようかなって思ってます。で、適当にこうタイピングを鳴らしながら、僕喋ってることを一応打ってるんですけど、メモ帳にね。で、ASMR の動画って、僕自身自然系の音楽はすごく好きで、よくなんでしょうね、川のせせらぎとか自分で撮りに行くぐらい結構好きだったんですよ。でもなんかちょっと前にも一回動画で話したんですけど、車の音とか入らない本当にガチの自然の中の川の音取りに行った時に、ガチででかいめっちゃお腹鳴った。でガチででかいイノシシに出くわしたんですよ。それ以来怖くて、かといって都会で音取っても車うるさいから全然いい音鳴らなくて諦めちゃったんですよね。ってなぐらい、あんまり ASMR ってこういうなんか人工的なものってあんま詳しくないんですよ。だからちょっと今回時間なくて、本当だったら時間暇だったんですけど、ただ物臭だっただけなんですけど、本当だったらいい音が出るグッズとか用意して、僕の家に最近なんか僕好きなゲーム原神なんですけど、原神のタイピング忘れてたタイピング忘れてた。で原神なんですけど、原神のグオーバーいるんですけど、なんかでっかいタヌキのキャラクターなんですけど、そのぬいぐるみを、僕の動画を見てる一人のお友達が、こういうの道具だって言って、ビリビリ動画、中国で流行ってるビリビリ動画っていうサイトの8割に対してなんかブラッシングするみたいな動画あったんで、それちょっと真似してやろうかなって実は思ってたんですけど、ちょっと間に合わなくて間に合わなくて、即席でできるこういうなんかささやきとタイピングみたいなことになってますね。で、あんまり長くやっても、もしこれが不要だった場合、無駄に長すぎても僕が動画の編集しんどいだけなんで、予定としては10分以内ぐらいで終わらせようかなと思ってます。で、一応家の中でもなんかいい音出るもんないかって探してみたんですね。僕よく今パソコンの前いるんですけど、こうやってなんか今お茶飲んだりとか、お茶飲む時のタンブラーいい音鳴ってんのかこれ、わかんないんですけど、とかね。あとね、このちっちゃいなんかコロナ流行ってた時によくアルコールで消毒しなきゃってんで、ちっちゃいスプレー買ったんですよ。これ聞こえるかな、シュッシュッって言ってません？これあんまやっちゃうとパソコンの周り霧吹きしまくってびっちゃびちゃなっちゃうんであれなんですけど、連打できないんですけど、そんな感じで、ちょっといろいろお芝居も楽しかったんですけど、僕結構なんか興味がどんどんそれていくんで、一旦ちょっとお芝居はやめて、こういうなんか聞いてて心地いい感じの動画とか作っていこうかなと思ってます。で、このささやき声とかでも喋る内容が自分で考えなきゃいけないですよね。小説とか読んでもいいんですけど、小説って内容小難しいし、僕の動画の場合、日本語の話者だけじゃなくて中国の子たちもいるんで、字幕をつける必要があるんですね。その字幕をつけるときに
難しい言葉って翻訳難しいじゃないですか。完全お前が頑張れよって話なんですけど、そういう事情もあって、できればこういう、僕話面白くないんですけど、自分の話とかで食いつないでいこうかなとは思ってます。で、今さっき話した大きなぬいぐるみにブラッシングしようという計画があるんですけど、そのぬいぐるみをですね、布団に寝かせてカメラを置いて一回試しにやってみたんですよ。そしたらですね、なんて言うんですかね、まず布団の上にカメラをちゃんと固定するっていうことがとんでもなく難しいっていうことに気づいたんですね。皆さんも想像してみてくださいね。三脚を、布団の上にしっかり立てるってかなり難しくないですか？なんかクッションとかたくさんあったら三脚とか挟んでできそうですけど、なかなか難しいんですよね。なのでちょっと8割のブラッシングみたいな動画も結構良さそうだなって思ったんですけど、できるか怪しいですね。今のところそんな感じですね。で、2つ目の話が、僕大体ゲームが好きなんですよ。で、僕のこのモフオっていうアカウント、なんか勘のいい人とか、あと僕と同じゲームが好きな人はたまに気づくんですけど、もう一つアカウントがあるんですね。ゲーム動画作ってる。それでなんか原神とか、なんか崩壊スターレイルとか前列ゾーンゼロが大好きなんですよ。で、最近原神だったら結構やってる人も多いと思うんですけど、次にマービカっていうキャラが出るんですね。マービカ、バイクに乗ってるなんかライダースーツ着たお姉さんなんですけど、これがですね、僕めっちゃなんか武器が大剣なんですよ。大きな剣を持ってるんですけど、その剣がですね、全然使わないでバイク乗って戦うんですよ。もう敵を剣使わないでバイクでボコボコにするみたいなキャラで、ちょっとがっかりしたんですよね。あんまりネガキャンするとマービカ好きな人もいると思うんで控えるんですけど、個人的にはなんかバイクじゃなくて剣振り回して戦ってほしかったなっていう気持ちがありますね。それが最近の僕が一番思ってるゲームに関するトピックですね。あとはですね、最近日常で感じるのは、前から歩いてくる、特に男性よりも女性に多いんですけど、仲良く3人で喋ってる女の子とかが正面から僕とすれ違うように歩いてくるときに、だいたい道を譲ってくれないんですよ。なんか3人でもなんかチャーリーズ・エンジェルみたいに堂々と歩いてきて、なんでこっち一人なのになんでこっちが道開けなきゃいけないんだみたいな状況になることが結構多々あって、割と腹立つんですよね。すいません、なんか寝ようって時になんかムカつく話みたいなことして、でもなんかそういうことってありません？なんか友達と喋ることに夢中になって前から来る人たちの存在に気づかず、ちょっと強引にすれ違おうとするみたいな、なかなかあれは腹が立ちますよね。これは僕の器が小さいだけなんですけどね、普通の人はそんなに怒らないと思います。なんかそういう声は荒げないけど本当はムカついてるみたいなことってありますよね。これで大体今5分ぐらい
しようかなとか言ってる時点で意味わかりませんけど、ゲームのことだったら最近ホラーゲームを2個ぐらい買ったんですよ。インサイドっていうゲームとマウスウォッシングっていう動画じゃないゲームだ。ゲームを買って、これは僕はそのもう一つのゲームを作ってるアカウントでも生配信をしてるんですけど、ストリーミングしてるんですけど、そこに来るモンゴル人の男の子が僕にそれやってほしいって言ってお願いしてきたんですよ。マウスウォッシングの方ですね、これは。で、もう一人見に来てくれる人でホラーゲームを見たいっていう人がいるんですね。でもそのモンゴルの男の子は今兵役に行ってて、軍隊ですね。なんか義務的に行かなきゃいけないらしいんですよ。大変ですよね。それで金曜日ぐらいしか来れないらしいんですよ。むしろ金曜日来れるだけでもすごいなって感じですけどね、軍隊にいるのにね。で、そのもう一人のホラーゲームを見たい人とそのモンゴルの男の子がなかなか揃う機会がですねなくてですね、ただただホラーゲームを買っただけの時間が過ぎてますね、最近ね。早く僕的にもそんなホラーゲーム好きじゃないんでさっさと終わらせたいんですけど、仕方ないですね。時が来るのを待つしかないですね。はい。あとホラーゲームで思い出したんですけど、うつろまゆっていうゲーム皆さん知ってますか？それを僕そのゲーム配信でやったんですよ。で、人がやってるの見てて、これぐらいなら僕でもいけるなって思って始めたんですけど、実はですね、怖すぎて返品しましたマジで怖すぎて苦痛すぎてやってる間ずっとなんか、そんな怖い見た目はしてない幽霊みたいな女の人が追っかけてくるみたいなホラーゲームなんですけど、いつその相手と遭遇するかわからないみたいな、いわばゲーム要素でいうチェイスっていうのがずっと続くんですね。なのでそれがものすごい苦手なんだなっていうのが理解できました、自分で。このずっと追いかけられ続けるっていう状況がすごく自分にとってストレスなんだなと思いましたね。はい。これぐらいで結構いい時間になったっぽいんで、ここら辺でちょっとねおしまいにしようかなと思ってますね。これが高評価なのか低評価なのかわかんないですけど、なんかこれに限らずなんかいろんなことをやっていこうかなと思ってますね。はい。というわけですね。お芝居みたいなことも普段やってるんで、最後にちょっとねお芝居で見たことを言おうかなと思ってます。皆さんね、こういう動画見てる人にありがちなんですけど、基本寝不足ですよね。あなたがゆっくり眠れますように。大丈夫かい眠れますようにってのもなんか変ですけどね。僕も寝るのすごく困ってた時期あったんで気持ちはすごくわかるんですけど、言われてなんとかなるもんじゃないですよね。でもできるだけスマホとか見ないで、食事もちゃんとお野菜たくさん食べて、今は寒いですから、夏でもそうなんですけど手洗いうがいしっかりして、体を少しでも元気な状態にして、できるだけ早くにベッドに入るようにしてくださいね。横になって眠ってるだけでも体力は回復しますからね。はい。じゃあ終わります。
ますね。おやすみなさい。またね。いい夢見や。